RX7 でグレードは、タイプ R。 Welcome to our channel. Enjoy our new content with English subtitles, created for our global audience. The featured cars in this video are available worldwide. これは RE アメミヤの、ボンネットが入っている、これは藤田エンジニアリングさんのバンパーが入っていると。円形の18インチですね。かっこいいよね。はい、吉井君こんにちは。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 はい、今日は5月の31日ですね。はい。やっていきましょう。お願いします。はい。暑いですね。ちょっと暑いですね。ちょっと暑いですか。はい。はい。今日はもう結構疲れてますか。今日はマフラー動画を3本撮って、この RX7 ね、はい。これを、ちょっと紹介していこうと思うんですが、はい。ちょっと後ろを見ていただいて、なぜかもう無人なのにテールランプがつきっぱなしになってしまっているというね。ついてます。はい。ブレーキランプね。はい。そうなんですよ。これさっきねマフラー動画を撮ってた時に、はい。これがさ地面に落っこっててさ、ストッパーのさこういうラバーストッパーっていうのかな、これが落っこってて、あれなんだろうこれ木の実かなと思ったら、はい、いやそんなわけないよねって冷静に考えて、これはブレーキだと思ってですね、まあそれがないので、はい、ブレーキランプがちょっとつきっぱなしになっちゃってるので、はい、まあそんな時はこんなのを使って、はい、よいしょはめてあげないとさバッテリーが上がっちゃうじゃん。はい、どうでしょう、消えましたでしょうか。消えてます。はい、はい、やりましょう。はい、まあ大した値段のパーツじゃないんでね、はい、これ結構多分旧車あるあるで、はい、GTR とかでもあるんですよ。ストッパーのラバーがさもう硬くなって割れちゃって、はい、でそうするとブレーキランプつきっぱなしになっちゃう問題みたいなのがあって、結構予備とかで持ってる人も多いんだけど、はい、とりあえずそう頼もうかなと思ったらなんか探してもあんま出てこないなと思ってちょっと後で調べようと思いますけど、はい、一応そんな感じです。ではですね、まあちょっと前置き長くなりましたが、今日紹介するのは RX7 ですね。よしも RX7 分かりますよね。分かります。分かりますね。はい、メーカーはどこですか。どこが作ってる。マツダ。マツダですね。はい、エンジンは RX7 といえばロータリー。ロータリー。ロータリーじゃない。本当にロータリーですか。ミッドなんとか。ミッドなんとかエンジン。はい。ロータリーです。ロータリー。ミッドなんとかエンジンってなんだよ。そう、ロータリーエンジンですね。はい、しかもターボが積んであるエンジンですね。RX8 はターボがないと。はい、RX7 までしかターボがないという形で、まあ今も昔も大人気の方になってます。じゃあ車の内容を早速お伝えすると、平成11年式。西暦でいうと1999年ですね、はい、の、1月登録の、RX7 でグレードは、タイプ R になります。で、走行距離が結構少ない84,500キロで、車検が来年の2月まで残っているという感じです。はい、お値段いくらぐらいだと思いますか。400万。400万。はい。はい、415万円で今売ってるっていう感じですね。高いよ。高いけど。まあこんぐらいの距離だったら、まあ5型だったらこれぐらいの値段が市場価格じゃないかなっていうふうには思います。まあ高くもないし、はい、安くもないかな。安いとは思わないですけど、はい、まああんまり高いとも思わないかなっていうような、価格設定という形に、なっております。はい、そうでこの RX7 は、5型と呼ばれるタイプになって、はい、RX7 って前期中期後期とかって一般的な車の言い方するじゃん、はい、車のマイナーチェンジのことなんですけど、RX7 って結構歴史が長い車なので、はい、12345 6型まであるんですよ。だから5回マイナーチェンジして6パターンあるわけですよ、はい、同じ形で、はい、車がね。なので、型のその呼び方を1型2型3型とかって言って、はい、この車は5型っていう形になります。はい、で、実質5型と、あと最後に出てる6型っていうのが、まあ後期モデルって言ったらいいかなっていう風な
感じです。はいで、グレードはこの車タイプ R なので、280馬力なんですけれども、これも結構 RX7 面白くて、タイプ RB っていうグレードがあるんですよ。はいそれに関しては265馬力なんですよ。はいだから同じ車なのにグレードによって馬力が違うと。おー同じターボのロータリーのマニュアルにもかかわらず、タイプ RB は265馬力、4型までは265馬力がマックスだったんだけど、はいで265馬力のままで5型からタイプ R とかその上のグレードになってくると280馬力になるというね、ちょっと面白いんだけどね、はいでこの車に関しては、280馬力のタイプ R のグレードという形になってます。はいここまで OK ですね。はいはい、あとは、なんだろうな、バンパーの形状変わったり、タービンの仕様変わったり、インタークーラーの配管の素材の変更、なんかいろいろあるらしいです。まあエンジンが一番大きいんじゃないかな。じゃあ早速、外装から見ていきますか。はいはい、じゃあ社外品を、いきますか。はいまあ、RX7 といえばチューニングメーカーとして一番大きく上がるのはどこになりますか。どこのメーカーが有名ですか。ニスもしかしたらニスもしか知らない。そういうはいはいRX7 はですね、まあ、あるい雨宮聞いたことあるでしょ。ありますね。うんはいとあとはまあ藤田エンジニアリング、これ西の会社ですかね、っていうのが有名なところであって、はいでこの車は、そこの2つのメーカーのパーツを、まあ、いいとこ取りしてくっつけてあるみたいな、そんなイメージなのよ。だからフロントの、ボンネット、このダクトが入ったね、はいこれは RE アメミヤの、ボンネットが入っていると。はいで、フロントバンパー、これは藤田エンジニアリングさんのバンパーが入っていると。っていう感じで変わっております。まあ傷もそんなに目立つものはなく綺麗なんじゃないかなと思います。はいで、リアに関してはウィングがこれが RE アメミヤの GT3 ハイタイプかのリアウィングはいがついてるのと、あとはディフューザーもあるいはメインなのかながついてて、でマフラーはまた藤田さんのところの、マフラーが入ってるという形になっております。はい、で足回りに関しては円形のホイール、円形の17インチかな、18インチか、18インチですねの円形のホイールが入っているのと、あとはトラストの、パフォーマンスナンパーの車高調が入っているという、そんな仕様でございます。かっこいいよね。かっこいいです。いかにも速そうっていう感じで RX7 らしいいじり方なんではないでしょうかと。で意外と車高も高いんで、結構どこでも行けます。そんなに低くないよこれ。そうですね。意外と。という感じですね。はいで外装の傷はね、まあ、パッと見結構綺麗そうじゃん、なんだけど、まあ、ちょこちょこやっぱねあるはあるんですよ。で特に赤、に関しては結構色あせが出る色なんですけど、まあ、こういうところとかさ、これなんかもそうだし、でサイドのドアなんかもよく見ると、まあ、これ一回塗り直してるんだよね、ドアね、ちょっとムラが若干出てたりとか、でルーフに関してもやっぱりちょっと色ムラがあるんですよ。ちょっとあんまりうまい塗装じゃないのかなっていう感じ。あんまり気にしない人は多分気にしないと思うんですけど、まあ本当に細かいところを気にする人なんかだともう一回塗り直してもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。あとはここら辺なんかは純正のリアスポ、これ書いてあるんで純正のリアスポのつく穴がそのまま残ってるっていう感じですね。純正のリアスポに戻す人もいると思うので、もうあえてここはパテ埋めしないでもうそのまんまの状態にしてあるっていう感じですね。こっちに関してもミラーにちょっと色あせ、クリアのこんなのが出てたりっていうのはあります。まあうちに入ってくる車の中ではどうだろうな、まあ中ぐらいのクオリティって感じ、めちゃめちゃ程度いいですよっていう車の紹介の仕方をいつもね、車によってはしてるじゃん、してるんだけれども、この車に関してはまあこんな感じですみたいなイメージじゃないかな。でもどうにも修復できないようなところは全然ないので、
このままでもいいし、気になる人は直してもらって乗ってもらえればいいんじゃないかなっていう、それぐらいのレベルなので、全然いいと思いますね。まあ、一応記録簿も平成28年と30年、令和4年で、点検の一応記録簿もあるという形の車です。はい、で次今度内装ですね。内装はもうほとんどノーマルで、はい、もうステアリングからメーターからシフトから、ほとんどノーマルで、ついてるのが、コンピューターがこれ APEX の PowerFC のコンピューター入れてあって、でそれの、FC コマンダーですかね、それも一応ついてるという形になってます。多分吊るしの状態でつけてるんじゃないかなっていう感じですね。でシートはノーマル、ハンドルもノーマル、ハンドルは純正でナルディですかね。はい、メーターもノーマルという形でございます。はい、で、これも RX7 あるあるだと思います。ここの小物入れ、肘置くとね結構割れちゃうんだけどさ、例外なくこの車も割れていますという感じです。こういうところは気になる人は直してください、って感じですね。はい、であとは後ろのシートが、後ろのシート結構 RX7 ってビリビリに切れちゃったりとかしたりするんですけど、まあこの車はそんなに切れ目もなくっていうか特になく綺麗じゃないかな。まあちょっと汚れは落とせばいいんで、っていう感じですかね。はい、こんな感じでございます。結構さ RX7 は本当に入庫すると説明してるのがさ、まともに走れそうな車があんまり実はなくて、なんかオークション会場で4点とかで普通のコンディションの車だと思って見に行っても、全然かぶっちゃってたりとか、もう白煙黒煙黙々だったりとかっていうのが多い車なんですよね。でそれがその単純なプラグかぶってるだけだったらいいんだけれども、圧縮がもうなくなっちゃってたりとか、もうオイル食っちゃってたりとか、っていうものも、結構見受けられて、まあ怖いものは手出さないっていうのが一応基本である車かな、僕の場合だと。まあ各会社さんによってやり方は違うと思うんですけどね。なんで、比較的結構下見はちゃんとしてで持ってきて、でその上で、ちゃんと走れるものしか、売らないようにはしてて、過去中には持ってきたはいいけどどうにもならなくてもう一回オークションに戻すとかっていうのもやったりはしてるので、一応そんな感じで、気をつけて仕入れてはいますと。でこの車に関してもオークションで買って、でオークションの検査でももちろん4点の評価ついて出益なしだったんだけれども、で現地の査定の検査員に遠方のオークションなんで依頼をして、でたまに当たるその子はね RX7 乗りの子なんですよ。そうでその子に「どうこれ?」って話した時に「いやなんかめっちゃ調子良さそうっすよ」みたいな、細かいこともいろいろ聞くんだけどね、その子自体は多分なんかエンジンを下ろして組んで作ってとかやってる子なのかな。たまに当たる子でね、その子は結構こういうスポーツカー好きで、大体僕が依頼すると結構当たることが多くて、でちょこちょこ話したりとかするんですけれども、その子曰く「かなりこれはいいと思います」っていう話の中で買って持ってきたら、なんか一応聞いてた通り物は良さそうだねっていう感じなので、いいんじゃないかなと思います。で走行動画に関してもね、さっきマフラー動画撮影しましたので、見てもらえれば、この車どんな付け方、どんな走りをするのかっていうのは見てもらえればと思います。じゃあ早速エンジンかけてみましょうか。よいしょ。いきますよ。アイドリングも安定してるし、ちなみにちゃんとリトラクタブルヘッドライトも動きますからね。左手ライトは LED に変わってるかね。こんな感じですね。電気系電装品、パワーウィンドウとかももちろんちゃんと動きますし、エアコンもちゃんと冷えますし、パワーステなんかもイオンないし、いいんじゃないですか。エンジンももうさっき走ってるんで温まってるんで、じゃあこれのマフラーチェックいきますか。お願いします。
じゃあこれが今アイドリングの状態ですよね。はい。でちょっと回しますよ。はい。なんか下から上まで綺麗に回るでしょ。はい。うん、いいと思う。じゃあヨッシー君一応そんな感じでちょっと短めですけれども、はい。もう2人とも結構動画撮ったから疲れちゃってるんでね今日こんな感じで終わりにしたいと思いますが、はい最後に、ヨッシーなんか質問あれば。この RX7 への質問というより、はい、車屋さん的に最近あんまり全体的に価格が暴落とかなんかそういう話を聞いて、はい、そんなに売れてないっていう話もちょいちょい聞いたりはするんですけど、はい実際こちらはどういううちが売れてるか売れてないか。売れてるか。それで言うと、はいはい3月4月に関してはちょっと止まった感はありました。で、はいゴールデンウィーク明けはいになったら急にいきなり売れ出したみたいなところが、ありますと。ただ制作を何もしなければ多分売れてなかったんじゃないかなと思うんですけれども、はいちょっとホームページにも出したんですけど、一部で残っている在庫、はい残ってた在庫を年1回やるかやらないかのプライスダウンをやったんですよ。はいでそしたらそのうちの半分ぐらいがパパパパパンって売れて、それ以外はね普通になんか入った車売れたりとか、はい元からお話もらってたバックオーダーのお客さんに、タイミングよくいい車が入って売れたりとかっていう形で、はい今月に関してはおかげさまで結構売れたりとかしてます。あとは先月のね動画とかで出したようにその買い取りで結構いい車がうち入ってきたので、はいでそれをそのまま YouTube を見たお客さんが、そのまま次のお客さんにとか、今の既存の顧客さんの紹介とかで、はい YouTube 見たこれありますかっていうので、はい来てもらって買ってもらったりとか結構あったので、はいおかげさまで5月はむしろめちゃめちゃ売れてるっていう感じ。そうなんですね。ただ一般的な中古車業界で言うならば結構厳しいんじゃないかな。厳しい。輸出も若干止まってるし中古車相場も下がってるし、はいで今ちょっと戻したけどね円高にも触れてたんで、はいだから買う人にとってはちょっと狙い目なんじゃない、価格交渉とかしやすいんじゃない。あーそう俺も多分お店に誰かお客さんいらっしゃって在庫の長い車3ヶ月ぐらい置いてある車をはいちょっとこれ安くなんないですかって言われたら安くしてでも売りたいなって思うところはあります。1年前とか2年前とかだったら変な話売るのはあんまり難しくないんだけど仕入れが難しかったんであんまり売りたくないぐらいの予定だったんで、はい当時は値引きのお話もらってもいやちょっとうちはそういうのやってないんですって話だったんだけど、はい今は逆に言うとうちでもちょっと下げてでも売りたいなって思ってるぐらいなんで、はい多分他の会社もそうなんじゃないかなと思います。今がチャンスです買うなら。なるほど。はい、はいただそれでも円安円高の話になると、130円が今140円近くなっちゃってるのかなっはいていうと多分 7,8% ぐらいは上がってるってことなんですよね。はいだからそうすると500万の車だとしたら 8% 上がるっていうと540万になっちゃうんですよね。はいはいで特にこの古い系のスポーツカーは輸出相場にも影響が出ると。で輸出相場はだいたいドル換算で計算しますんで、はいさっき言ったように 5%、8% 変わると500万円ぐらいの車でも簡単に30万、40万変わっちゃうので、はいそこら辺は注意してほしいなと思います。今ちょっとね円安にまた触れてきてるので、はいまた値段が上がってくる可能性もゼロではないんじゃないかなという感じはいでございます。じゃあ本日ここまででご視聴ありがとうございました。ありがとうございまし次回は何撮ろうかはもう2人ちょっとヘロヘロなんでた。はいまた考えましょう。はいはい、じゃあまた引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。